さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回も、10分切れ負けで読み上げ音声を加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい。対局開始。相手の方は三段の方ですね。8四歩だったのでちょっと矢倉にしてみましょうか。7七銀でね。これは相手の方非常に、研究されてますね。最新の形ですね。7四歩というのは以前ではねなかった指し方なんですけれども、先手のね矢倉をこう攻略していくね、積極的に攻略していこうっていう考え方です。ちょっとじゃあ最新というかね、ちょっと受け方の工夫した受け方もしていきましょうか。この角ね早めに引くのが一つ、この形のポイントになります。で、じゃあ5六ついて、これね5六つかない指し方もね結構あるんですね。この辺りね本当にいろんな指し方があるところで、でもなんか気持ちがいいので最初王手してみましょう。これね2四歩ついて、角をこう7九に引いてね、駒組みするっていうのが一つね、早めに引くことで8五歩から6五桂のね速攻を封じるというね意味があります。今2四歩ちょっと考えてますね。だからこれ取るしかないんですけど、同角が一応王手になるんでね、ちょっと、その部分が気になるところといえば気になるところですね。ただ同歩同角で王手になってもね、王様を4一玉と逃げておいても飛車と角だけなんでね、働いてる駒がねそれほどすぐに潰れるということはないですね。この急戦策、後手の急戦策なんですけれども、矢倉に対してねこの2二の角がこうずっとね矢倉陣に対してこう効いているっていうのがね一つね、ポイントになりますね。はい、この矢倉の形、例えば急戦じゃない形ですと4二銀から3三銀って上がってね、角の頭を守る感じだとそういう方が普通なんですけれども、そうするとねこの2二の角がねこう私の方の陣地にこう効かなくなってくるんですね。止まってしまうと攻撃力がダウンするので、今玉寄ってね王手をかけたんですけど、すぐにはね、潰す手がないので私も引きます。で今6八に角を引きましてね、これ4六に引く形もあってね、この辺りは、難しいところです。私の方はじゃあ3七銀と繰り出していきますかね。この辺りね難しいんですよね。王様を6九玉7九玉とね囲っていく手もありますし、これは早めのね繰り出しで、後手がね5四歩とついてきているので、ここでもしかしたらあるかもしれないです。5五歩とねこの5筋をそうですね、この手があるので、この時に同歩と取ってこうね銀を上がってね、早めに5筋に備えようっていうのがね、意味になりますね、私のね。はい。ただこれでね3三角はちょっと突っ張ったってですね、3五歩といく手もあるんで、ただ王様のね5九はちょっと不安な格好なんでね、一回寄っておきましょう。角をね4六にこう引く形っていうのも一つ、先ほど交換した時ですね、角を4六に引く形もあるんですけど、ここに角が来ますとね、ここで例えばこの銀が角だと想定してみてください。そうするとね、5四銀から4五銀とかね、その角を狙われるパターンがねあったりするので、必ずしもね、角でいく形がねいいとも限らないですね。ここに銀がいる方がねいじめられにくいというかね、狙われにくいっていう意味あるんですね。で今3七桂と飛んで、ここは3五歩といく手もありました。これはね5三歩と叩く手を一応狙いとしてますね。5三歩とここに打って、同飛車でも同銀でも4五桂っていうのがね両取りになるので、この飛車がねこう直通して気持ち悪いのでね、少しねこうなんていうんですかね、桂馬を使うことでね受けやすくしたと。で2四角はちょっとひねった手ですね。しかしちょっとどうですかね、これは5六歩とか垂らそうってことですけど、3五ついて、動いてしまうとありますね。ただこれ直通してんでね繰り返しなんですけど、結構難しいところですね。どうするか。2五歩と打っちゃう手もなくはないですね。角を引いて5三歩と打っちゃうっていうね、ちょっとでもあれかな、少し、もったいないかもしれないですね。4打っちゃうのもね。どうするのがいいでしょうか。これ5五歩とか打っとく手もあるし、ちょっと5六ですかね。この辺ね難しいです。私の方もね中央の薄みを狙われてるところがあるので、2四角はなかなかの手ですね。こちら側に利かしてということでしょうか。さあ難しいですね。2五歩と打って3三角に5三歩と打って狙っていく手もあるんですがね、王様一回寄っとくような手もありますかね。角がこっちに出たんでね、いやここは難しいです。王様寄っとくかな一回。はい、これね押す角が、先ほどまでこちらを気に選んでいたんですけど、
今度ね角がこちら側に来たんでね、むしろこの中央にこの飛車と角がこう狙ってますから、まあ、王様寄ってね少しこう場合によっては8八玉とね入ると、3三に角がいるとね王様入ってもねなんていうんですかね硬くならないとかね、むしろ狙われてしまう場合があるんでね、この4四歩はなるほどという手ですね。はいはい、なるほどなるほど。まあ、1六ついておきますか。これはね、何かの時1五角とね出られるような手があるので、それを防いだ手です。さてそれで4三銀、相手の方もねじっくりとした駒組みになってきましたね。さあこれで4五桂とね飛ぶルートを相手の方は消したという感じでしょうか。どうするのがいいかな。5五歩と打っちゃう手もあるし、3五歩とね攻めていく手も考えられますね。3五歩同歩同銀同銀同角3六歩、まあ激しくなりますねそれはね。3五歩同歩同銀、ちょっと激しすぎるかな。同銀で王様入っとく手もありますね。王様入る方が普通ですかね。入ってますか王様ね。これは微妙なとこですね。入ってしまうとかえってね、7五歩から6五桂みたいな手がね効いてくる場合もあるんで、下の方がね受けやすいこともあるのでね、この辺りは非常に微妙なとこですね。受けておきましょう。1四歩ですか。お互いにね相手の方も非常にじっくりとね駒組みを進めてますね。5五歩と打っとく手もあるな。もうそろそろね5筋を止めておいてという手もありますね。いやいやここは難しいところです。5五歩キープしとく手もあれな。5五歩ですかね。ただ5六歩と打ってくる可能性がね結構あるんですよね。それでね3五歩同歩同銀同銀3四もういっちゃいますか。これ思い切ってね硬いんでねいってみましょう。これは思い切った勝負手ですね。これはね王様がねもう入場したので、ある程度こう5筋のあたりにね傷を抱えていても王様が入場してるんでね、その5筋が傷んでもね先に逃げてるという感じなので、これ5五歩3五で同歩同銀と出てね、そうするとこう3六歩とね桂の頭に歩打たれるような手もあるんですけど、もうね、2五桂とか飛んでいって、一気にねさばいてしまおうっていうかね勝負をつけに行こうということですね。で相手の方の形ね雁木で、いい形なんですけど、王様とね飛車、雁木の形自体はいい形なんですけど、王様と飛車がねこう近くにいるっていうのは若干ね、危険な意味がありまして、これ攻め合いですね。なるほど、相手はさすがにってですね。これはね同歩と取るとねこの地点にね桂打つ傷が出てくるので、なるほどという手です。難しいな。いやいや薄みをついてねさすがですね。取って桂打ってね打っちゃう手もありますけどね、どうしようか。3四歩2三歩2二歩一発打っちゃう手もありますね。同金と寄らせるとすごく香様がね弱体化するんでね、それで取って桂馬やりすぎかな。難しいですね。これはねちょっとね悩みますね同銀と1回取ってね受けに回る手もねなくはないんですけど、あと2二歩と一発打つ手もあるんですよね。この辺難しい。2二歩一発打とうかな。同金で6五銀同金5五桂っていうのはねちょっと狙い筋であって、ある程度のねダメージを後手陣に与えることはできるんですけど、それをねどこでやるかですね。難しいな。2二歩一発打ちますかとりあえず。これで手筋ですね。で同金でね形を悪くして、で3ここを取り込むか、取り込んで歩って桂で歩になって、いや難しいな。取って桂馬打つ銀上がる取って今で言ったら6五銀同銀5五桂って手があるんですけど、5四銀右で4三桂成同銀ってやられて、それでどうか。それで飛車切って角打っちゃうともあるかな。シンプルちょっと単調ですかね。取り込みますか。これはね取り込んでおいて、もう次にねラッシュをかけるという準備ですね。さあこれはいきますか。もう取ってねで5五桂打って、これがね私の方の狙い筋ですね。両取りです。銀を手厚くね打ってきました。さあこれは、銀を取ってどっちを取った問題結果ですね。同金にさあ角を飛び出ますかね。そしてこれでこっちを狙って、この時にね2二歩同金って形がね非常にこう相手のね形にダメージを与えてるのをお分かりいただけると思うんですよね。すぐにはないですけど、飛車を持てばね飛車とか金打ってもね3一の起点に打つ手があったりとか、これは角をかわして、さてこの歩は開き直った手ですね。5分です。さあこれはもう飛車を切りたいですね。バサッとね切っていきたいですね。銀を打つとどうだ。銀を打つと飛車回って叩いて走る。単に切った方がねいいですかね。切っていきますか。もうバサッとね。これはもう一挙の終盤戦です。寄るか寄らないかといったね5三銀と打って、
まあ3人にね金がいないんでね、一瞬チャンスなんですよね。この玉が弱いんでね。私の方もね、まあこう結構この7六のにいる歩がいるんで、そんなにまあ反対ってわけじゃないですね。例えば7七歩成とか王手されてもね、結構同金ですぐ脇腹がね、王様の脇が開く形なんで怖いんですけど、まあ先にねこう食いついてるっていうのは大きな強みですね。で今ね3六歩とこう桂頭に打った手が次に桂を取らないとね働いてこないんですよね。ですのでまあ例えばこれ桂馬取ったらね飛車取ってもう一気に寄せがありますから、まあちょっとこの歩打ちがねまあ間に合ってない。今歩成りねさすがですね。この歩成り一番嫌な手なんですけど、まあ同金で取って飛車ですね。この脇の王手がね一番嫌なんですね。こう同桂のがな5八歩か3八にね歩は2歩になっちゃうので5八歩ですかね、自然にね。はい、これね5筋に歩が効かなくなるというのがね一つ相手の方のね狙いだと思います。ただ2八の飛車もねこの金で食い止められてみると働きが弱いので、まあねこれ私どちらが得したか微妙なところですね。相変わらずこれ5三銀がきつい形なんでね、これで7二飛車と逃げてもまあ7三歩とか、そうですね今こっちに逃げましたね。さあこれはね何か攻めて決め手をね決め手というかねどんどん攻めていきたいところですね。飛車回りしぶといてですね。なるほどなるほど。さあここでいい手があるかどうかですね。角を思い切って自陣角打つ手もなくはないですね。4二銀なりちょっと言ってねちょっとでも筋悪いかな。角を打つとね7二歩ですね。8三角だとね。さあここでどうするか、まあ、銀を前進するっていうのもありですね。5五銀と出て、4四銀を狙っていく、そっちの方が筋がいいかな。何かね金駒を持てば詰みなんですけど、金駒がね手に入る場所が今のところ難しいって感じですね。1七角を打って飛車成って金を打って気になって、ちょっともったいないかな。角を打って気になってくる、銀出て銀出てっていうのはね一つ形ですね。難しい。ちょっとねここは迷いますね。銀出ますか。遊び駒を使ってね次4四銀上がるとね上がって攻めていこうということです。まあここに飛車を打ってもらったんでね少し余裕ができてるんですね。私の方もね少しね。まあ飛車これ打ってないと6九飛車とかね、打たれる手が嫌な手なんですけど、まあ今飛車のねまあ外側で金で食い止めてますし、これ2九飛車相手になってもね3九金って言われば、一応受けれる格好なので、ただ難しいですね。これなんとも言えないな。2九飛車成3九金1九竜と取ってね7一香を狙うような手もありますし、難しいところですね。相手の方もね考えてますね。ここは勝負どころですよね。まあ今ね9七角とね打つ手もあったと思うんですね。9七角と打ってね睨む、7六歩でしたね。これは取るか引くか、また悩ましい手ですね。取るか引くか。引いときますかね。取らない手も取る手もあると思うんですけどね。角ですか。これは角を逃げますね。相手の方としてはねこの7五の角がすごく好位置なので、まあこう少しね位置をずらしてることだと思うんですけど、まあ、次にね、私のも7三角成のような手がね楽しみとして出てきたので、まあ微妙なところですねこれもね。はい、ただね相手のやっぱりこう5八に歩打たしたのはねさすがという感じで、まあ、ここに歩打たしたことでね5二歩とかねそこに歩を打つ手が効かなくなってるのはね一つポイントなんですよね。で歩をついてきましたか。角なると金上がろうってことでしょうか。かなり危ない格好ですけどね。同竜同馬同飛車でギリギリでしょうか。角をここから打つ手もありますね。8五角も結構受けにくい手のような感じですね。こうなってくるのかな。どうでしょうか。まあ難しいところですね。角なって金上がってあと何分？3分です。銀をね出る手もあるし、ここはね難しいですよかなり。角なって金上がる、同馬同銀でね寄せがあればいいですけど、こう今言ってるね8五角とねここに打つ手も結構きつい手なんでね、それを打ってみる。ただ取ってなってね歩を受けて頑張ってくるのかな。で角なってどうなんだろう。見てたね8五に角打って銀取りする手があるんですけど、まあそれに対してねまあ相手の方がね何かこうなんていうんですかね歩を何してて7四歩かね受けてくるかなって感じですね。まあでもやった手も生かしますか。銀出てね、まあ、銀量やりましたからねまあこれ他の手もあったと思うんですけど、やった手を生かして余裕に立てていきます。まあ、これをやるとね、まあダメージはないですけど、一旦同銀になるとね、駒が下がる感じなのがねちょっと不安なんですけど、まあ、ただ銀が手に入るんでね攻めは切れなくなりますね。それでね
さっきねちょっと言いかけてたのは8五に角を打ってこう王様と銀を狙うとね、相手の方こう歩しか持ちがないんでね、7四歩は二歩になるんですごく受けにくいんですけど、7七歩成とね歩を成り捨てて王手で成り捨ててね、成だけ取っても7四歩とね受けて頑張ってくる手があったので、歩を成る手はね、拠点を捨てる手なんですごくこうもったいない手なんですけど、7四歩と打たれてみた時にね8五に打った角が遊んでしまう可能性があるんでね、角は温存して、銀をぶつけていきました。そうですね、歩成り、同金ですね。同玉ですとね、ちょっとやっぱ王様が露出するんで、さあ、この時に何がやってくるかですね。7五銀かな。7五銀ね、角を成れるのがね、私の方としては狙いですね。それがね、銀取りになるんでね。さあ、桂馬を持つと5三桂なんで、桂馬が欲しいですね。ここに桂馬が落ちてるんですけどね、桂馬があると5三桂で一気にこう、なんですかね、ちょっと遠い王様に王手かけれるんで。また4五桂と飛ぶと結構厳しいですね。そういう意味ではね、次私の番が来ればね。だから3七歩成と開き直ってくる手も考えられますね。その場合どうするかね、2三歩かな。2三歩と打って飛車と金をね連結弱めてから4三銀と打つような、これ叩きです。これは同金ですね。さあ同桂ですね。さあどういった攻めを、で歩成りですか。なるほどね、いろいろ利かして場合によってはね飛車をビュンって回ろうと、歩打ちますか。2三歩でさあ際どい攻め合いですね。これね4三銀と打っていっても飛車と金が連結してるんでね、硬いので叩いておいて角を打つのがいいか銀を打つのがいいか、難しい。銀かな。銀でしょうか。角打つ手もありますね。角だと飛車金両取りでそっちもきついんですけど、5二金とね上がられて、飛車を取れっていう感じでね寄せてね、3二角成同玉、今言ったら4三にここに角を打つと5二金と上がって、3二角成同玉という形でね、さあ寄るか寄せてみろと言われた時に、結構難しいんでね銀をあえて打ちました。一見ね角打った方が両取りで良さそうなんですけどね。さあこれは際どいですけど、私の王様はねなんかこうバラバラなんですけど、妙につかみどころがないというかね。で今2三歩と打ったおかげで次ね3二銀成同金と取られないで同玉とね取るしかないんで、この銀打ちはね粘り強い手ですね。なるほどなるほど。さあ飛車を取って歩を打つのがいいかな。そうですね、これは飛車を取りますか、さすがにね。で、歩を打ちましょう。歩出ないですね、すいません、2歩ですね。危ない危ない、歩打ってなくてよかったです。打っちゃうと2歩ですもんね。失礼しました。これ角成りがいいかな。危ない危ない。そうですね、2五8にね歩がいるんで相手の方もそれが言ってる意味だったですからね。ただこれで角成って次に銀取って4三角でね、乗せてやれそうです。竜飛車成りこれ狙ってたんでしょうね、相手の方はね。さて4六歩と受けるのがいいかな。さあ非常に相手の方もね粘り強いですね。相手の方受けが強いですかね。5八に歩を出してね5筋に歩を立たせないようにしたりとか、5二銀打ちしてもね非常に粘り強い手なので、相手の方は受けがこうすごく強い方なのかもしれないですね。バラ難しいですね。4三歩と打ってばバラ難しいかもしれないです。王手ですか。これは同金ですかね。さあ時間がなくなってきました。桂ですか。もうあれ勝負手です。勝負ですね。さあ切ってか金打って、さあ切りますか。もう勝負ですねこれはね。さあ寄せ合いです。もう最後のね取って桂馬打って、さあまっすぐ上がるのがいいかな。竜回られちゃう。まずいまずい、これ竜回られちゃいますね。際どくなりました。今ね王様引いた方が金逃げた方がよかったかもしれないですね。ちょっとこれ危ない寄せになりました。竜回って桂馬を取ってどうなるか。いや際どい感じになりましたねこれね。ちょっとね今ね危ない手だったかもしれないです。私の方のねこの8六玉もね。ただ相手の方時間がないですね。いや際どい勝負ですねこれ。桂馬と銀打ってか、桂馬受けるか。桂馬受けますか。しょうがないですね、中合いで受けて。桂馬取ったらね8四銀って手があったんで、さあこれで馬の王手をして同竜同桂で寄るか寄らないか。叩いて同桂。さあそうですね、これでどうかで、詰めろをかけて私の王様寄るか詰むか詰まないかですね。王様広いんでね詰みはなさそうな感じですね。で次4二飛車からの詰めろ、相手は詰めろを受けて1分です。さあどうでしょうか。いや際どくなりましたね。ちょっとね8六玉はね私もね軽率な一手でしたね。少し危なくなりましたこれで。
5五角がいいかな。ちょっと待ってくださいね。これは慎重にやるべきですね。桂馬をジャンプしちゃう手間だけ桂馬ジャンプは危ないかな。角を打つ。5五角がいいですかね、攻防にね。少し相手まで時間がないんでね、これ相当際どい。最後これね、私がちょっとね、寄せが危なかったんで差が詰まったんですけど、時間になっちゃいましたね。いや、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。非常に熱戦になりまして、最後相手の方がちょっとね時間切れになってしまったのが残念だったんですけど、局面的にはどうですかね。際どい勝負が続いているといったところでのね、ちょっと時間切れでの決着でね、ちょっとね相手の方も残念だったところがあったかなと思います。この将棋の詳しい解説は、解説編の方で行いますので、そちらの方もぜひ合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。